こんにちは、木之内です。今回は土地探しをする場合の注意点をお話しします。注意してほしいことは大きくは2つです。1つは土地を決める前に設計事務所や工務店といったプロに相談すること。そして2つ目が土地購入の際の全体の仕組みやスケジュール感をつかんでおくことです。詳しくは後で説明しますが、私も独立した当時戸惑ったのがこの土地の購入についてです。住宅ローンを借りるとなると非常にタイトなスケジュールとなります。不動産会社を急がせるし、住宅ローンを借りるにも時間がかかります。世の中はなんでこんなにも家を建てる人のことを考えてくれないのかと思ったものです。あまりにも仕組みがわからないので、不動産の勉強をしてやっと分かったこともたくさんあります。それでは1つ目の土地を決める前にプロに相談するということですが、先日こんな嬉しいメールをいただきました。石川県の Y さんからですが、こんなメールです。突然車から降りてきた女性が、この家本当に素敵、いつも気になっていたのよ、家も土地も生き生きしていると言われたということで、いい話なので私の方にも知らせていただいたなと思います。軒の下は今年も梅干しを干し、よもぎを干し、大活躍していますと言われるように、家庭菜園で新鮮な野菜を育ててお味噌まで手作りしておられます。しょっちゅうキャンプにも出かけて大自然を楽しみ、大変活動的なご夫妻で、特に奥様にはこうやっていつも元気をいただいています。角地にも変更し、南側の太陽の恩恵をたくさんいただいています。あの時特殊なスケールシートを持ってきてくださり、初めて見たシート、未だに思い出にとってあります。本当に変更してよかったです。とあるように、実は希望されていた敷地の変更を提案しました。これは当初いただいた分譲地の測量図ですが、丸がついている A4、64.17 坪を購入する予定とのことでした。ちょっと遠方でしたので、現地調査に行く前に Google マップで調べると、こんな感じで大きな一軒家を5区画に分けて分譲するようです。この2軒目の宅地が眺望も良くて気に入っているので、ここに決めたということでした。ただ方位を見ると道路が少し北へ降っています。宅地が64坪あるとはいえ、冬に太陽の光を入れるには工夫しないと難しそうに感じました。いつもは敷地を見てから図面を描くんですが、今回は遠方でお会いする時間も限られているので、現地調査の時にラフプランを持っていくことにしました。他の敷地もまだ売れていないということはお聞きしてましたので、一応南側の敷地のプランも書いておきました。最寄りの駅まで迎えに来ていただいて現地に行ったんですが、現地に行くと田園の向こうに詩の名前にもなっている山並みが見えて、思ってた以上に素晴らしい風景でした。敷地と道路の間に水路があるのがちょっと気になっていたんですが、大阪のドブ川とは全く違ってきれいな水が豊富に流れていて、水が流れる音を聞いているだけで癒される感覚がありました。その現地調査の後、ご自宅に伺って打ち合わせ、こんな手書きのプランを見ていただきました。上は北です。建物は北側に寄せて南から光を取り入れる案です。ただ南側の敷地に立つ家が平屋だといいんですが、まず2階建てを考えておかないといけません。そうすると吹き抜けを作ってそこから光を取り込まないと日照は得られないというようなことを説明しました。その時に役立ったのが先ほどメールにあったスケールシートと書いていただいているものです。これは日陰チャートと言われるもので、一番太陽が低くて影が長い冬至の影の長さを測るものです。こんな日陰チャートと言われるものをトレーシングペーパーにコピーして持っていったんですが、これを図面に当てながら、ここでは何時から何時まで日が当たらないということを説明しました。その上で南側の敷地のプランも見ていただきました。いろいろ考えて敷地を決めておられるんだから、決して無理強いはしないように気をつけながら、南側の土地でしたら日当たりは全然問題ないですし、こんな平屋のプランも可能ですと見ていただきました。
その南側の土地はもともとあった3本の電柱が威圧感があるんで、最初から候補からは外していたそうです。最終的には2本は撤去して1本にできたんですが、もし3本のままでもこの南の土地の方がいいと思いましたし、土地の単価も同じ金額でしたんで、迷うことなく南側の土地を推薦しました。この平屋というのはもともと理想としてはあったそうですが、現実的には無理だろうと諦めていたそうです。それでも決めていた土地の日当たりの悪さと明るい平屋ができるということを考えられて、南側の土地に変更することをすぐに決断されました。そしてその場で不動産会社に電話をされて変更可能との返事をいただきました。そしてプランは少し変わりましたが、こんなリビングダイニングと壁の右手奥にキッチン、そしてその上がロフトになっています。このリビングダイニングから直接寝室や子供室に出入りをするコンパクトで使い勝手のいいプランが出来上がりました。もしかしたらこの家で私の一番の大きな仕事は敷地を変えたことかもしれません。今回のケースはまだ契約前で、前の土地はまだ売れてなかったから変更できたんですが、普通はこうはいかないケースの方が多いと思います。土地選びに後悔しないためには、相談相手は不動産会社だけでなく、できるだけ早く建築のプロに相談することをお勧めします。そのためには土地探しの前か、できるだけ早い段階で設計事務所とか工務店など相談相手の目星をつけておくことが大切です。そして2つ目の土地購入の際の全体の仕組みやスケジュール感をつかんでおくことというのは、先ほどのケースもそうですが、特に建物も合わせて住宅ローンを借りるときはここを押さえておかないと危険です。思っているほど銀行は簡単にお金を貸してくれませんし、売り主さんという相手のことも考えないといけません。まず土地購入のスケジュールですが、良い土地が見つかって購入を決めたら、まず購入申込書、これを買付申込書とも言います。その申込書を提出、そうして土地売買契約書を交わして土地の引き渡しと、たった3つの工程で、これだけ見るとどうっていうことはありません。ただこれに住宅ローンが絡んでくると一気に複雑になるので、特に気をつけてください。スケジュール的には購入申し込み、これはA4 1枚程度のものですが、申し込みをして売り主さんから承諾がもらえれば、購入申し込みから1週間程度で売買契約、そして売買契約書を交わして1ヶ月から1ヶ月半程度で決済引き渡しです。必要な費用は売買契約時に手付金、通常5から 10% 程度、それと仲介手数料の2分の1、決済時に土地の残金と仲介手数料の2分の1、それから登記費用、固定資産税の精算金などです。この決済時に住宅ローンを使う場合、住宅ローンの本申し込みは2週間程度かかりますので、決済の手続きの期間を考えると、売買契約の後すぐに申し込みをしてちょうどいいくらいです。それなら早めに出しておこうと考えられるかもしれませんが、これは土地の契約書が必要になりますので、本申し込みは土地売買契約後しかできません。本申し込みに先立って事前審査は受けることができます。スムーズに進めるためにも契約前には済ませておきたいところです。この住宅ローンですが、土地から融資を受ける場合、ほとんどは土地と建物に必要な費用を一つのローンで借りることになります。そのように建物費用も合わせて借りるとなると、当然建物の平面図、見積書が必要になります。この平面図と見積書は必ずしも最終的なものでなくても大丈夫です。ただ借り入れを増やすのは難しいと考えておいた方がいいです。ということで、土地を購入するにはもう建物のプランと見積書が必要になります。ここが一番戸惑うところだと思います。このスケジュールに載せるとなると、土地を購入するより先に設計事務所や工務店などの相談先を決めておいて、候補地が出てきた時にはすぐにプランと見積書を作成する必要があります。私たちも急いでくださいと言われることもよくあるんですが、残念ながらお断りしなければいけない時もあります。焦らずに、もし他の人に取られても
それはご縁がなかったと諦めることも大切だと思います。そのプランや見積書の依頼先が決まっていない時は、その時は不動産会社が紹介してくれるでしょうけども、そうなるともうなかなか思い通りの家を作ることは難しくなります。私も当初、なんでそんなに急がせて知り合いの不動産業者を紹介するのかと、自分の利益ばかり考えるのかと疑問に感じていたこともありました。後になって不動産会社も住宅ローンなどスケジュールに載せるためにそうしているところもあるというのが分かってきました。それと住宅ローンが下りるのは土地の引き渡し時と建物の引き渡し時です。これも実情にはなくて、工務店に対する支払いは通常着工時と中間時、竣工時になります。それで着工時、中間時の工事代金もローンで支払うとなると、つなぎ融資というのが出る銀行でないといけません。思いのほかつなぎ融資のない銀行も多いのでご注意ください。不動産仲介の流れも押さえておきたいところです。レインズというのを聞かれたことがあるかもしれません。これは不動産流通標準情報システムの略称で、不動産業者だけが見ることができるネットワークのオンラインシステムです。不動産仲介はこういう流れです。土地を売りたい人がいて、不動産会社に売却を依頼します。すると不動産会社は先ほどのレインズにその情報を登録します。これは契約の種類によって異なるんですけども、今回は省略します。そしてその情報を見た不動産会社が土地を買いたい人にその土地を紹介します。そしてその土地が気に入ったら、先ほど説明した購入申込書を提出します。その申込書は目の前の不動産会社から買い主から直接売却依頼を受けた不動産会社、これをよく元付けの不動産会社と言いますけども、その不動産会社を通じて買い主さんに渡ります。ですので目の前の不動産会社が必ずしも直接売り主さんに交渉や相談できるわけではないというのが一つのポイントです。それとその土地を紹介しようとしている不動産会社は一つではありません。レンズを見た複数の不動産会社が動いています。それと元付けの不動産会社も買い主さんを探しています。そうできると売り主さん、買い主さんそれぞれから仲介手数料 3% プラス6万円をもらえるということもありますので、多少恣意的な動きがあるかもしれません。土地を売る方から見ると、融資の可能性が低い人や時間がかかる人を避けるというのも心情的には無理もないことかと思います。こういった流れを知っていると随分違いますので、ぜひ押さえておいてください。以上が土地探しの際に注意してほしい点です。土地を探してから家を建てるところを探そうと考える人が多いと思いますが、特に住宅ローンが絡む場合は、それでは土地は購入できないということをご理解いただけたと思います。肝心なのは購入のスケジュール感を把握すること、そしてそのスケジュールが分かれば土地を探す前に建築のプロを探すことが必要だということが分かります。もちろん土地を自己資金で購入される方はこういう制約がありませんので、選択肢は広がります。それでも土地購入の際に相談できる人がいると心強いと思います。今回は土地探しについてお伝えしました。ほとんどの方にとっては初めての家づくりだと思います。これからも家づくりに大切な情報をデザインの現場からお伝えしますので、ぜひご参考にしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。